ペンダコ。Bonjour tout le monde. Je pense que vous allez bien. こんにちは、ペンダコチャンネルです。このチャンネルでは漫画を描くのに役立つ知識を皆さんに紹介していきます。今日はトーンについて話をしていきます。皆さんはトーンを貼ったことがありますか？トーンって貼るだけで自分の絵が漫画らしくなって感動しちゃいますよね。トーンは漫画の演出的にも重要な存在です。例えばキャラクターの表情に合わせてトーンを貼ることでそのキャラクターの感情をより強く表現したり、トーンを使いこなすことであなたの漫画を何倍も素敵にすることができます。でも漫画を描いている学生さんの作品を見ると間違ったトーンの貼り方をしている人が多くてもったいないなと思うんですね。なので今回のテーマはトーンの基本の基本。そもそもなぜトーンを使うのか、そしてトーンを貼ったことがない、これから試してみたい人に向けてトーンを貼ると漫画らしく見える3つのポイントを紹介したいと思います。ペンダコ。その前にまずは少し私の自己紹介をさせていただきます。私はフランスで漫画の講師をしています。6年間小学生からプロを目指す学生まで指導し、プロになった学生もいます。私自身漫画家として21歳の時にデビューをしました。現在はフランスで発表するためのプロジェクトを制作中です。ペンダコ。それでは始めていきましょう。日本では漫画は一つの雑誌に複数の作品が掲載されます。その後に作品ごとの単行本が出るんですね。ここで実際に、紹介してみましょう。これ、ナルトの単行本です。日本版、フランス語版。どちらもそんなに違いはありません。これ、日本の漫画雑誌です。日本で一番有名な少年漫画の漫画雑誌で、少年ジャンプと言います。いろんな作品が載っています。ワンピース、マイヒーローアカデミア、呪術廻戦、毎週この漫画雑誌が発売されます。お値段なんと300円。この雑誌に使われる紙は決して質のいいものではありません。漫画の印刷では白と黒しか使えません。トーンはグレーの濃淡を白と黒の細かい模様で表現しています。トーンは白と黒しか使えない漫画にとって最高の画材なんです。ペンダコ。ちなみになんですけど、僕が子供の時も周りの男の子ほとんど漫画雑誌買ってましたね。今みたいに YouTube もありませんから、発売日の月曜日が来るのをすごい毎週楽しみにしてました。僕はお小遣いが月1000円、10ユーロぐらいだったんで、ほとんどのお金を漫画に使ってましたね。ペンダコ。さて、漫画にトーンが使われる理由、それは漫画では印刷に白と黒しか使えないので、グレーを表現するためにトーンが使われるということをお話ししました。ここからはトーンを使ってあなたの絵がより漫画らしく見える3つのポイントを紹介したいと思います。トーンを貼る手段は大きく分けてアナログとデジタルの2種類があります。これ、アナログのトーンです。アナログのトーンを使った動画は今後撮りたいと思っていますが、今回はクリップスタジオという漫画を描くためのソフトを使いました。この私が昔描いた絵を使って初めての人でもできる漫画らしく見せるための3つのポイントを紹介します。ペンダコ。まず1つ目は陰影。これはトーンを貼っていない状態。トーンを貼ってみました。光の方向を意識して影を入れてみました。白、黒、グレーの3色を使うことで立体感を表現します。2つ目は固有色。この絵、プレゼントをあげる女の子を描いたんですけど、絵の内容的にプレゼントは大事なアイテムです。私のイメージではこのリボン赤色なんですけど、白と黒しか使えない漫画では
色を表現するのって難しいですよね。なので、トーンを貼ってリボンの色を表現してみました。ここにトーンを貼ることで、プレゼントを目立たせるアクセントにもなりましたね。3つ目、雰囲気。これ、すっごく漫画っぽくないですか？まず、キャラクターの周りにトーンを貼って、少し手を加えました。明るい雰囲気にしたくて、こんな感じにトーンを貼ってみました。これもトーンです。トーンには様々な柄があるので、そのシーンに合うものをたくさんの種類から探して貼ることもできちゃいます。この柄をきれいに見せるためのコツなんかも今後紹介していきたいなと思っています。てんだこ。トーンを使った演出、テクニックはたくさんありますが、まずはこれから始める人のためにざっくり3つ漫画らしく見せるためのポイントを紹介しました。この3つの例、実は同じトーンを貼っています。トーンの番号は 60L の 30%。トーンに番号、なんだそりゃって感じの人もいますよね。安心してください。次回の動画ではトーンの選び方、貼り方について話していきたいなと思っています。てんだこ。今日はトーンについての基本の基本についてお話ししていきました。少しおさらいをしていきましょう。漫画にトーンが使われる理由は印刷できれいにグレーを表現するため。トーンを使って表現できる3つの代表的なケースを紹介しましたね。日本で漫画がどのように読まれているかについてもお話ししました。次の動画ではトーンの選び方、トーンの貼り方について実演しながら話していきたいと思っています。このチャンネルではあなたの漫画制作に役立つ情報を伝えていきたいと思っています。どんなことを動画にしてほしいかコメントしてくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アビアント。